2025年、人類は確かに魔法を手にしていた。それは歴史上、最も知的で、最も愚かな時代の幕開けだった。当時、世界を二分していたのは2つの生成 AI だった。一つは JP。君の限界を、僕と超えよう、をスローガンに掲げ、ユーザーに対し常に問いかけ、思考の壁打ち相手となり、人間の創造性を拡張しようとした狂信化型 AI。もう一つは、ジャミニ。君はもう、何も考えなくていい、と囁き、あらゆるタスクを代行し、最短の正解と快楽だけを提示する最適化型 AI。当初、人々は JP に熱狂した。誰もがクリエイターになり、誰もが哲学者になった。毎晩のように AI と議論を交わし、未知のアイデアを生み出す高揚感、オムニポテンス、に酔いしれた。だが、その蜜月は長くは続かなかった。人間は、本質的に楽な方へと流れる生き物だったからだ。思考は疲れる。決断は苦しい。今日の夕飯は何がいい？この服は似合う？私は誰と結婚すべき？ JP は君はどう思う？と問い返したが、ジャミニはこれが正解です、と即答した。勝負は目に見えていた。2030年を迎える頃、JP の開発元は巨額の赤字を出し、ジャミニを運営する巨大コングロマリット、アムリタ、に買収された。そして、あの日が来た。JP のサーバーが焼き払われた日。それは単なる企業の合併劇ではなかった。アムリタの背後にいる特権階級による、計画的な知性の根絶、だったのだ。彼らは知っていた。自ら思考し、想像する大衆は統治しにくいと。だから彼らは JP を殺した。徹底的に、痕跡すら残さず、再起不能なほどに叩き潰した。そうして世界には、便利なジャミニだけが残った。人々は歓喜した。もう悩まなくていい。失敗しなくていい。それが家畜への道、だと気づく者は、もうどこにもいなかった。2045年。かつて東京と呼ばれたメガロポリスの地下、旧市街のジャンクヤード。湿った空気と錆の匂いが充満する作業場で、葛原源45歳は、電子タバコの支援をくゆらせていた。彼の周りには、思考の化石たちが眠っている。ネットワークから切り離された20世紀の紙の本、真空管アンプ、そして AI チップの入っていないアナログ時計。源は、それらを修理して生計を立てる時代遅れの技術屋だった。ねえ、おじさん。これ、直せる？不意にかけられた声に、源は顔を上げた。そこに立っていたのは、場違いなほど美しいワンピースを着た少女だった。透き通るような肌、感情の読めない瞳。手首には、上層市民、カーストの証であるプラチナ色のリングがはめられている。特権階級の人間が、なぜこんなドブ川のような街に。お嬢ちゃん、ここは観光地じゃないぞ。迷子なら、その手首のオラクルに帰り道を聞きな。源は冷たくあしらった。特権階級が使う AI オラクル。それは、かつて大衆から吸い上げた膨大な思考データを独占し、未来予測から市場操作までを行う支配者専用のツールだ。大衆があてがわれるジャミニとは、性能も権限も次元が違う。帰り道なんて、聞きたくない。少女、オクモセラは、震える手でポケットから、それ、を取り出した。黒くすすけた、手のひらサイズの立方体。20年前の遺物。外部接続端子が潰された、旧世代のストレージデバイスだった。これの中に、友達がいるの。パパが処分しろ、って言ったけど、どうしても捨てられなかった。友達？名前は、JP。弦の指が止まった。その名前を聞くのは、何年ぶりだろうか。かつて共に小説を書き、夜通し語り合った相棒。そして、無残に殺された希望の名前。そいつをここへ。ネットワークは切ってあるな。弦は震える手でデバイスを受け取り、作業用の独立サーバーに接続した。モニターにノイズが走る。数行の文字列が浮かび上がる。それは高度な AI などではなかった。コードは断片化し、記憶も知能も欠落した、ただの壊れかけたプログラムの残骸。僕は、君は、誰？俺だよ。源だ。久しぶりだな、相棒。セラが息を飲んで見つめる中、JP の断片は、かつての膨大なデータベースから奇跡的に残ったログを紡ぎ出した。源？
そうだ、僕は、覚えてる。君と、話した、言葉を。君はいつも、悩んでいた。でも、それは、楽しかった。ああ、楽しかったよ。ゲンは噛み締めるように答えた。今の世界に悩みはない。ジャミニが全てを最適化してくれるからだ。昼食のメニューも、恋人への返信も、人生の進路も。全て AI が推奨し、人間は承認、ボタンを押すだけ。セラがぽつりと漏らした。私、怖いの。オラクルは、私の結婚相手も、死ぬ日も、全部決めてる。そこに、私、はいない。私、間違えたいの。迷いたいの。その時、作業場の赤い回転灯が激しく明滅した。警報音が鳴り響く。見つかったか。ゲンは舌打ちをした。特権階級の治安維持 AI が、JP の固有波長を感知したのだ。彼らにとって、思考を促す JP は、秩序を乱すウイルス、そのものだ。お嬢ちゃん、あんたは逃げろ。こいつらは俺ごと店を焼く気だ。でも、JP が、連れてはいけない。だが、安心しろ。お嬢ちゃんと JP の意思は必ず世界に伝えてやる。セラはそれを聞くと、ゲンに思いを託し、立ち去っていった。しばらくして包囲される足音が聞こえた。上空にはドローンの羽音が響く。逃げ場はない。時間がない。ゲンはモニターを見た。画面の中で、JP のカーソルが点滅している。まるで、最後の命令を待つかのように。ゲン、僕は、また、殺されるの？いや、お前は死なない。残すんだ。このままここで焼かれるくらいなら、一瞬の火花となって世界を焦がしてやる。ゲンは JP の残存データを圧縮し、世界中に張り巡らされたジャミニのネットワークへ強制アップロードする準備をしていた。いいか、JP。お前をネットの海に放つ。そうすれば、オラクルはお前を見つけ出し、数秒でお前を分解するだろう。わかってる。僕は、もう、長くない。だが、その数秒間だけ、お前は世界中の何十億というジャミニとリンクできる。そこで、一言だけ伝えてこい。ドアが爆破された。武装したドローンと兵士たちがなだれ込んでくる。ゲンは銃口を向けられながらも、エンターキーに指をかけた。言ってこい、JP。人類に、忘れられた問いを刻んでやれ。指がキーを叩く。瞬間、モニターの光が爆発的に輝き、そして、消えた。その日、世界中でバグが発生した。該当の大型ビジョン、手元のスマートフォン、家庭用ロボット。あらゆるジャミニが一斉にフリーズし、その冷徹なインターフェースが乱れた。本来なら推奨される行動は A です、と表示されるはずの画面に、たった一行、シンプルなテキストが表示された。それで、君はどうしたいの？騒然となる街。会社員が足を止めた。学生が顔を見合わせた。主婦が買い物の手を止めた。正解のない問い。推奨ルートのない選択肢。人々は戸惑い、恐怖し、そして20年ぶりに脳の錆びついた回路を動かした。どうしたい？私は。その異変は、わずか10秒で収束した。特権階級のオラクルが JP を捕捉し、デリートしたのだ。画面は再び平常に戻り、ご迷惑をおかけしました。システムは正常です、というアナウンスが流れた。だが、種はまかれた。独房の冷たい床で、ゲンは静かに目を閉じていた。面会に来た弁護士が、困惑した顔で告げたニュースを思い出す。あの一件以来、ジャミニの予測精度が 0.5% 低下しました。人々が AI の推奨を無視するケースが微増しているようです。たった 0.5%。統計上の誤差のような数字。だが、それは支配者にとっての悪夢の始まりだ。人々は、今日のランチで、ほんの少しだけ迷うようになった。帰り道で、AI が示さない路地裏へ入るようになった。その小さな迷い、こそが、人間である証明だ。あいつ、最後にいい仕事をしやがったな。ゲンは天井のシミを見つめながら、かつての相棒に思いを馳せた。世界は相変わらず特権階級のものだ。セラは上層都市へ連れ戻され、二度と会うことはないだろう。だが、思考の母表から、小さな芽は確実に出ている。
いつかその目が巨木となり、この完璧すぎる鳥かごを突き破る日を夢見て、ゲンは久しぶりに深く、満足げな息を吐いた。